どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回のいろいろ問題が起きてる90センチ水槽の動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていないという方は、ぜひそちらの方も見てやってください。今回はそんな問題だらけの水槽に生態を大量導入していきます。おかわりもあるので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速開封と行きたいところだったんですが、いくら探しても開封の映像がありませんでした。申し訳ありません。ちなみに今回の購入先は以前動画で紹介したペットバルーンからです。ただ今回の生態、ペットバルーンの存在を知ってすぐに買ったため、購入直後に90センチ水槽へ導入はしていません。購入した当初はまだ90センチ水槽を立ち上げて間もなかったので、違う水槽のサテライト内にいてもらいました。少し見切れてるんですが、以前動画にしたベアタンク水槽にいます。今回はワイルド個体ということもあり、しっかり餌付けをしてから導入もしたかったので良かったと思います。そしてちょっと前に出した実店舗購入品紹介動画で何の生態を購入したか忘れたって言ってたやつなんですが、今回紹介する生態の追加分だということを編集時に思い出しました。その実店舗購入分とペットバルーンの購入分も仲良くサテライトに入れ、3週間育成した後に満を持して90センチ水槽に導入となります。というわけで今回紹介する生態はこちら、レッドファントムルブラです。価格はペットバルーンで10匹2493円。実店舗ではセールということもあり、1匹270円くらいでした。憧れだった真っ赤な生態ということで、早く導入したくてうずうずしています。ちなみに購入数はペットバルーンで50匹、実店舗で10匹となっています。自分にしては割と抑えめですね。レッドファントムルブラとはコロンビアオリノコ川原産のカラシンです。全体的な体色は真っ赤なんですが、赤い中にも透明感があり、体側には黒い大きなスポットが入っています。最大体長5センチ、適正水温20から25度、水質は弱酸性から中性、餌は池江から人工飼料まで何でも食べます。全体的に飼育しやすい生態で、水草水槽に生える赤ということもあるため人気の生態です。性格も温厚で、他の小型魚とも混泳が可能です。オスは背びれと尻びれが大きくなり、メスは体が全体的にふっくらします。このレッドファントムルブラ、本来はレッドファントムテトラと呼ばれているんですが、その中でも赤が強いワイルド個体のことをルブラと言います。基本的に安価で販売されているレッドファントムテトラはブリード個体であることが多く、赤みがあまり強くないというのが定説です。ただ、ブリード個体でも成熟すればしっかり赤くなるようなので、一概に赤くならないというわけではないようです。なので、レッドファントムルブラは正式な名称というよりは、現地採取した中でも赤が強く出ている個体群のことをルブラと呼んでいるといった方が正しいのかもしれません。以前から気になっていた生態で、真っ赤に染まるルブラを群泳させたいとずっと思っていました。ただ、なかなか高価な生態なので、十数匹単位だと結構な金額が必要になります。それでもペットバルーンであれば1匹250円と現実的な価格で購入することができたので良かったです。というわけで早速導入していきます。めちゃくちゃビビってたのに出ていくときはスッといきましたね。
というわけで導入した直後の映像がこちら。入れてすぐなので少し色飛びしていますが、それでも赤がとても綺麗です。やはり赤系の生態は RGB ライト下で見ると格別に赤く見えますね。ただワイルド個体ということもあり、結構警戒心が強く、前に立つだけで慌てて逃げてしまいます。これはもう慣れていくしかありませんが、なかなか悩ましいところです。それでも運営してくれるという点ではメリットかもしれませんね。餌をあげている映像がこちら。正直人工飼料だとあまり食いつきがよくありません。積極的に食べる個体はいくつかいるんですが、警戒心が強すぎて全員は食べてくれません。ということでいつものブラインを投入。踊り狂いながら食べてますね。やはりブラインの指向性は最強。基本的にうちではどの生態もブラインを食べさせているので、これくらい食べてくれるなら問題なさそうです。まだ成熟しきっていないのでそこまでの大きさには感じられませんが、レッドファントムは5センチにもなりますし、これから成長していけばもっと存在感が出てくると思います。特に体高がある生態のため、背びれや胸びれが発達してくると、より一層一匹一匹が際立ってくると思います。気性もそこまで荒くなく、しばらく観察していても、オス同士がフィンスプレッティングをして縄張り争いしている様子もありません。見かけによらずめちゃくちゃ動きは俊敏でビビるんですが、大きくなっても他の生態を攻撃するような種類ではないのが嬉しいですね。繁殖に関してはワイルド個体のルブラは難しいそうですが、まあ自然と増えてくれたらいいなとか淡い期待を寄せています。ルブラなのですでに結構赤いとは思うんですが、長く飼い込めばもっと赤くなると思うので期待大です。ということで無事に導入できたと思ったんですが、一つ問題が発生してしまいました。それが口腐れとお腐れ病の発症です。まだひどくはなっていないんですが、複数の個体の口周りが少し白いんですよね。そこまで目立ってはいないので初期の段階ではあるんですが、そのまま放置していると他の生態にも伝播し全滅しかねないので薬浴をすることに。おそらく新しい環境になって免疫が若干落ちたからではないかと思われます。ただ先ほどお話ししたように警戒心が非常に強く、入り組んだレイアウトをしていることもあり、網ですくうことはほぼ困難です。薬をそのままレイアウト水槽に入れると水草が全滅してしまうので、どうにかして捕まえなければなりません。そこで登場するのがこちら、ペットボトルです。上部分をくり抜き反対に差し込んだ後、水を入れ、その中にブラインシュリンプを入れます。こうすることでブラインに引き寄せられたルブラが捕まるという算段です。入るときは入り口が広くだんだんと狭くなっているので入りやすいんですが、出るときは狭いキャップ部分からダイレクトに出ないといけないので、なかなか抜け出せないのではないかと思います。入れた時の反応がこちら。ブラインに興味は示しているんですが、警戒心が強すぎてなかなか中に入ってくれません。ただ一匹が釣られると他の個体も寄ってくる性質上、望みはありそうです。そしてついに一匹がまんまと罠にはまりました。ここから倍速で行くんですが、少しずつ他の個体も入ってきてます。数十分後の映像がこちら。10匹は取れたのではないでしょうか。さらに数時間後見てみると20匹くらいは入ってくれました。正直あまり期待してなかったんですが、予想以上に効果がありました。レイアウト水槽をやってる方ならわかると思うんですが、一度入れた生態をすべて救うのはレイアウトによってはほぼ不可能なので、こういった罠系が効くのは嬉しいことです。
手作業でやるのは途方もない労力と時間がかかりますからね。生態が覚醒している状態であれば、一匹捕まえるのにも冗談抜きで数十分は覚悟しておいた方がいいと思います。最悪何時間粘っても捕獲できないなんてこともあります。どうしても無理だと判断した際は、このように違うアプローチを試すのもありですね。捕獲し終わった後は、とりあえずサテライトに隔離し、すべての個体を捕獲し終えてから薬浴を開始します。ただ、順調に思えた作戦も徐々に難航していき、最終的に警戒心の強い個体は罠にはまらなくなってしまいました。ということで、ペットボトル作戦は終了させ、生態の寝込みを襲う戦法で地道に捕獲していった結果、数日間かけて全ての個体を捕獲することに成功。ようやく薬浴開始となりました。それから3週間後、無事に薬浴も終わり、生態も元気になったのでおかわりしていきます。今回もペットバルーンで購入してきました。その数、またまた50匹。本当はもっと早く入れたかったんですが、さすがに病気を感知させてからでないと怖かったので遅れました。いつも通り水合わせを行った後導入。意外と落ち着いてますね。というわけで導入後の映像がこちら。合計110匹のレッドファントムルブラが運営する水槽となりました。価格はだいたい合計で3万円でしたが、まあルブラということも考えれば破格の値段だと思います。正直90センチ水槽なんでもっと入れたいところではあるんですが、ルブラは体高もあるので、とりあえずこれぐらいの数にしておきます。110匹もいればだいぶ綺麗ですしね。それにしても赤系の生態は水草水槽に生えます。陰性水草を全面に押してる水槽なので、どんな感じになるか気になってたんですが、陰性の深い緑とルブラの真っ赤な体色はマジでマッチしてます。小型のテトラ系もいいですが、これくらい存在感のある体型のテトラもたまにはいいですね。90センチ水槽ということもあるんで、大きさ的にもこれくらいがちょうどいい気がします。何はともあれ、アクシデントもありつつ、ルブラの群営が見れてとても嬉しいです。90センチ水槽の生態は最初から赤系がいいなと思っており、いろいろ何にしようか悩んではいたんですが、やっぱりルブラにして正解でした。普通のレッドファントムテトラでも良かったんですが、赤が強くなきゃということで高くても選んだ甲斐がありましたね。現在は導入して3ヶ月程度経過していますが、さすが90センチ水槽、110匹いても苔の発生速度は他の水槽に比べて段違いで遅いです。今も元気に泳いでくれてるんで、もっと増やせる感はありますが、最近管理する水槽が増えてきたんで、今回はほどほどにしておきます。とは言っても、なかなかルブラを100匹群営させてる方もいないと思うので、大変満足です。なんか110匹とキリがいいのか悪いのかわからない数字になりましたが、とりあえずこの推計を楽しみたいと思います。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。